どうも、クーピーチャンネルです。今日はですね、このタウンエースベースキャンピングカーエクスペディションホークに乗って高速道路中心の瀬戸内車中泊旅に行ってきます。エクスペディションホーク、少し前にプロトタイプでアクロ走行し野営車中泊した動画を出しました。この車両は製品版の量産型になります。いろいろ改良されたようなので楽しみです。走行面も強化されたようです。アクロに強いオフロード系キャンピングカーがコンセプトなんですけど、高速道路の走りもいいようです。自分自身同じクラスのキャンピングカーライトキャブコンを所有していますので、高速道路での走りの違いを体感してきます。そして最後に約500キロの高速道路旅終わってから、ライトキャブコン以外との比較、トヨタカムロードや先日丸1日試乗したフィアットデュカトとの違いもお伝えしたいと思います。まずは簡単にこのエクスペディションホークを紹介します。ベースはトヨタタウンエース4駆と2駆選べます。乗車定員4名、就寝定員大人3名、価格が2駆一番低いグレードで587万3228円より、納期は半年とキャンピングカーにしては早いです。ライトキャブコンと言われるクラスのキャンピングカーです。このクラスのキャンピングカーのデメリットは走行時パワーがない、風に煽られると一般的に言われてます。自分自身も乗っていてそう思います。でもこのエクスペディションホークはかなり走行が良くなったようです。なので今日車中泊旅に行くコースは、強風で有名な明石海峡大橋、大鳴門橋、瀬戸大橋、この3つの橋を走行する瀬戸内海ツアーに行ってきます。もうキャンピングカー乗ってる方ならガクブルなコースですよね。この量産型、気になる変更点が4つあります。まず1つがこのボディですね。シェルが70キロ軽量化しました。そしてこのリーフスプリング、この通称板バレって言われるこのバネなんですけど、これがオリジナルに変更されたようです。板が分厚くなり、リアが38ミリ上がりました。なので水平になったようです。このリーフスプリングは電車のリーフスプリングを製作している会社に特注で作ってもらっているようです。3つ目なんですけど、運転席と後部座席、中行き来できるようになりました。これは嬉しいですね。でも小さくないですかね。後で試してみます。4つ目、このフロアとソファーのところ段差があったんですけど、これがなくなりました。前はソファーがちょっと高かったので、あそこの収納に頭当たる人もいたようです。170センチの自分が座ってみた感じ、窮屈さはありません。多分180センチでも全然問題ないと思います。気になるのがこのボディの軽量化で遮音性下がってないかですね。ボディのパネルは FRP パネルに中に硬質ウレタン入ってます。今回サービスエリアで車中泊しますんで、結構うるさいので遮音性も体感します。ハンドルの真ん中のところにこの赤いテープ貼っときます。で今回ですね、風の煽りも体感しますんで、直進安定性ですね。ハンドルどのぐらい切ってるか目で見ても分かるようにしておきます。こういったキャンピングカーのデメリット、風の揺れ、トラックの追い越し時の揺れ、どのぐらい軽減されているのか楽しみです。ガソリン満タンにして高速道路の燃費も測ってきます。ガソリンの開閉口はここですね。タウンエースはレギュラーです。それではトリップメーター A をリセットしておきます。この改良したモデル乗り出して30分ぐらい経ったんですけど、まず最初に思ったのが軽って思いました。アクセル踏んだ瞬間、普通キャンピングカー重いんで後ろに荷重が行くんですね。なので前が上がったような感覚になるんですけど、それがほとんどありませんでした。で逆にブレーキ踏んだ時前のみになるんですけど、それもほとんどありませんでした。やっぱり車体が軽くなった分その効果が現れていると思います。そして専用のリーフスプリングでリアが上がったことによる効果もあると思います。もう一つなんですけど、路面のギャップ、こういった凹凸なんですけど全然ショック違います。かなり軽減されてます。高速道路乗る前にいつもライトキャブコマッシュで走っている凹凸のある道走ったんですけど、ショックを感じませんでした。マッシュだったらガタンガタンってなるんですけど、この違いは驚きました。マッシュのベース車両はマツダボンゴの OEM、日産バネットで足回りはショックアブソーバー交換やエーサスなど入れてかなりいじって改良してます。一方このエクスペディションホークはタウンエースベースです。重さでここまで違うんですね。
今回の旅楽しみになってきました。はい、明石海峡大橋ありました。こんな感じで、吹き流しが真横ですね。お、ハンドルが揺れますね。やっぱり横に流れた時に反対の修正ハンドルを打ってあげればまっすぐ走ってくれます。今こんな感じですね。こんな感じで曲がってるのが分かると思います。これでまっすぐ走ります。すぐに淡路サービスエリアありますんで、一旦そこに入って休憩します。で、合流するときですね、40キロから80キロに加速するときに、そこで合流加速のタイム測ってみます。はい、淡路サービスエリア到着しました。今日この辺の風速は5メーターぐらいなんですけど、橋の上はもうかなり風きつくて、多分10メーターぐらいあったんじゃないでしょうか。トップオフいた時は修正ハンドルしたんで、結構この赤の印がこう斜めになっていたと思うんですけど、初めてキャンピングカーの運転見た方は結構びっくりされるかなと思うんですけど、まだこの車両は間に風が通るところがありますんで、普通のキャブコンに比べると多少マシな感じはしました。ここですね、ここ風通りますんで、まだ風の割には強い方のキャンピングカーになります。一般の駐車場に駐車した感じがこんな感じになります。この車両、長さが4930ミリ、全幅が1960ミリ、全高が2700ミリなので、この一般の駐車場にギリギリ止めれる感じになります。コンビニなど高さ制限ないところは問題なく止めれます。それでは少し車内でお茶します。中通ってみます。一回体をかがめて通ることができました。この助手席の椅子を前に倒さないとスペースがなくて通れませんでした。後ろに入ればこの車内の高さは結構ありますんで、普通に立てます。自分170センチなんですけど、まだ指2、3本スペースがあります。今回収納なんですけど、このギャレーの横にあるここですね。ここに料理で使う IH 調理器やケトルなどを入れてます。で、この上にお皿やお箸ですね。ここにクッカー系を収納してます。あとソファーの上にあるここですね。ここにゴミ袋やウエットティッシュなど収納してます。今回一人車中泊なんで、もう他は全然使ってません。あとはこのシンクの下ですね。ここと先ほどのクッカー紹介したその下も空いてます。そしてリアのベッドの下ですね。ここも少しスペースがあります。マルチルームスペースも今回も何も入れてません。こちらの車両はオプションの家庭用エアコンついてます。なので今日寒かったり暑かったりするとこちらで調整します。サブバッテリーもオプションのリチウムバッテリーが 400Ah 搭載されてます。なので今回の車中泊旅は電子レンジなど電気使いまくろうと思います。とりあえずお茶飲みます。ごちそうさまでした。それでは再出発します。次はさらに風の強い大鳴門橋です。四国へ当たります。マッシュで行った時はもうハンドル常にこんなんでした。めちゃくちゃ揺れました。エクスペディションホークではどうなるんでしょうか。風の揺れで気になるのはトラックの追い越し時の揺れですね。そちらも体感します。淡路島の高速道路100キロ区間が多いんですよね。で、地味に上りになってます。なので100キロ走行できるのか、上りでもキープできるのかもやってみます。はい、次なんですけど、40キロから80キロまで合流加速ですね。実際のタイムを測ってみます。それではベタ踏み加速でいきます。せーの、はい。少し上りだったっていうこともあって
タイムちょっとかかっちゃいましたね。このエクスペディションホークベース車両がタウンエースということで、エンジンが最大出力97馬力、最大トルク134ニュートンということで、軽量に仕上げていてもやはりパワーに限界があるようです。あとは上りでどのぐらいキープできるかですね。はい、ちょうどね今80キロで走っていて上りに来たんで、このまま80キロキープできるかやってみます。はい、じゃあ上りに入ってきました。で速度落ちてきたんでアクセル踏み出しました。今半分ぐらいまで踏み出してます。でちょっとまだ下がるんで、もうベタ踏みいきます。ベタ踏みで今80キープしてます。で、速度は上がらないですね。80をずっとキープしてます。82、3キロといった感じです。ちょうどですね今バス来たんで、この追い越しの風圧感じてみます。どうでしょうか。はい、横を通り過ぎました。あ、全くなかったですね。ちょっと次も確かめてみます。はい、次大きめなトラックです。あ、ちょっとだけありましたね。でもほとんどもうないに等しいですね。やっぱりこの上抜けるんで、風の煽り耐性には強そうです。はい、モナルト橋です。あ、吹き流し真横です。制限速度も70キロなんで、70キロで走行していきます。はい、大鳴門橋全く揺れませんでした。行きの明石海峡大橋はめっちゃ揺れたんですけどね。たまたま風が止んだのか、それか風は吹いていたけど揺れなかったのか謎ですが、次の瀬戸大橋ですね。そこも風きついので、最終の瀬戸大橋、そこで体感します。ここまで193キロですね。到着しました。もうすぐ瀬戸大橋なんですけど、今日はここで車中泊させていただきます。こっち側が大型車、こっち側が小型車です。こんな感じですぐ横がトラックなんですけど、皆さんエンジンつけて休まれてます。なので遮音性チェックするにはもってこいの環境ですね。これで眠れるでしょうか。今日まだ時間が早いのでショップ開いてますね。こういった感じでちょっとしたスペースもあります。家族へのお土産買っておきます。香川県の名物もたくさん売っていたんで、いろいろ買ってきました。で車内で味わいます。あ、結構トラックの音しますね。めちゃくちゃうるさくてたまらないとかそういうわけじゃないんですけど、やっぱり隣なんで多少は中に入っていきます。それではこのデシベル分かるアナライザーですね。これで一応騒音を測っておきます。窓を開けると、はい、じゃあ次閉めてみます。はい、ここまた閉めるとトラックの音が4デシベル下がりました。3デシベルで倍の数字なので、約音量は半分以下になりました。どうでしょうか、この音量。めっちゃ静かというわけではないんですけど、我慢できる範囲かなという気もします。後ろでポータブルクーラーなど動かしている時のような車内の騒音に似てます。なんかこの辺よりかはこのバンクがよく響いてる気がします。一回このバンクの騒音を計測してみます。なんとバンクは71デシベルになってしまいました。なんかよく響いてますね。空洞のような感じです。荷物とか置けばまた変わるかもしれません。ここで軽い問題発生しました。このシェードなんですけど、この入り口だけついてなくて、ちょっと隠すものがないんですよね。なので丸めの状態です。ちょっとめちゃくちゃ恥ずかしいんで、端の方が空いてますんで、端の方行きます。はい、移動完了しました。なんかですね、あんまり疲れてないんですよね。
今日奈良県から香川県なんで結構距離走ったんですけど、やっぱり縦揺れが少ないんで体への負担が少なかったようです。今車内の温度が21度、外が 17.8 度とちょうどいいですね。車中泊には。ここにありました。入り口のシェード、ホックで止まるようになってます。無事目隠しできました。助手席の後ろもこのホックの布で目隠しできます。はい、これで OK ですね。それでは車中飯いただきます。コンビニの材料だけでできるポン酢天津飯作ります。このポン酢はお酢が入ってますんで天津飯によく合うんですよね。それではまずはご飯をレンジでチンします。よく混ぜて中火でとろみをつけていきます。美味しそうにできました。それでは早速いただきます。ごちそうさまでした。和風中華といった感じでめちゃくちゃ美味しかったです。で今回クッキングシート、これ水分通しますんでサランラップ下に引いてました。なのでもうこれ片付け簡単です。お皿きれいですね。一切汚れてません。ちょっと寒くなってきました。今車内の温度が 18.5 度、外は 8.7 度まで下がってきました。家庭用エアコンの暖房を少しだけつけます。サブバッテリーの残量が分かんないんですけど、このボルトが分かります。現在 13.2 ボルト、約 90% ぐらいサブバッテリーの残量あると思います。サブバッテリーのリチウムはこのソファーの下にあります。やっぱり 400Ah あれば全然減らないですね。 400Ah あればこの家庭用エアコン、夏になっても一晩中冷房をつけることができます。オプションになるんですけど、ソーラーパネルは 375W1 枚つけれますんで、この家庭用エアコンとリチウムバッテリーつけておけば夏場の連泊も余裕だと思います。なんか改めてここでゆっくり休憩していると、すごいやっぱり白基調なんで広く見えて、あと照明がやっぱり落ち着きますね。この完成照明、これめっちゃいいですよね。ダウンライトすごい優しくて落ち着きます。でこれ触るとなんと消えます。後ろのベッドの上も同じライトでした。これで消えます。前にエクスペディションフォークで車中泊した時にこっちで寝たんで、今日はこのリアベッドで寝てみます。高さは結構あるんであんまり閉塞感はないと思います。歯磨きなんですけど、今日はこのシンクの下
タンクに水入れてきてません。使い捨て歯ブラシに防臭袋、そしてトイレ用の凝固剤、これ入れて歯磨きしようと思います。はい、最近ですね、自分のキャンピングカーでも1泊2日などの短い車中泊の時はタンクに水入れてません。やっぱりですね、帰ってからこのタンク全部出して水出して洗って乾かすっていうのが結構手間なんで、洗い物出ないようにしたりとか、この歯磨きの時も凝固剤使えばシンク使わないので、帰ってからの片付けが一瞬で終わります。最初はキャンプをしていて、もっと楽な方、手間がかからない方にということで車中泊を始めたんですけど、さらにどんどん楽な方向に行ってしまいますね。本当に人間というのは欲深い生き物です。パジャマはこの枕の中に入れてきました。シュラフはロゴスの冬用シュラフ持ってきました。ちょっとこっちの方が上になってますんで、頭をこっちにします。そしてベッドに上がる方法なんですけど、ここに階段出てきます。これを敷いてこんな感じで階段が出現します。あ、ここめちゃくちゃ明るいですね。これやったら夜寝る前に読書とかも全然大丈夫ですね。明日は瀬戸大橋です。もうすぐそこです。朝起きてから多分15分ぐらい走ったら瀬戸大橋に入ります。風きついんでしょうか、煽られるかちょっと心配ですが、このエクスペディションホーク高速道路の走りかなりいいので、瀬戸内海見ながらドライブするのが楽しみです。明日は早めに起きて瀬戸大橋のパーキングエリアで朝ごはんいただきたいと思います。それではおやすみなさい。おはようございます。ぐっすり眠ることができました。幅そんなにないんですけど、半分ぐらい寝返りすることができたんで熟睡できました。リアベッドだともうこのままでいいのが楽ですよね。で、高速道路がこのリアの向こう側なんですけど、やっぱり走行音は多少聞こえました。でも自分は全然眠れました。トラック真横だったら厳しいかもしれません。この辺は人によりそうです。キャンピングカーでこのリアの方動くと結構揺れたりするんですけど、自分のライトキャブコンもよく揺れます。ただこのエクスペディションホークはほとんど揺れません。やっぱり足回りがしっかりしているから車内での揺れも少ないんじゃないかなと思います。いただきます。いやー、なんか変に喫茶店行くよりここでいいです。サブバッテリーの電圧なんですけど、昨日寝るときは 13V 約 85% ぐらいですかね、残量だったんですけど、もう 13.6V まで満充電になってます。IH 調理器や家庭用の暖房もつけたんですけど、やっぱりソーラーパネルあるとこの季節だったら永遠に使えますね。さあ、それではパーキングエリア少し散歩してから再出発します。すごい山に囲まれていて空気も美味しいです。ほんの少しだけ桜が残ってますが、もう散ってなくなりそうです。いやー、今日も快晴で瀬戸大橋が楽しみです。まもなく瀬戸大橋なんですけど、その前に結構急なコーナリングのジャンクションがあります。そこでコーナリングを体感します。はい、今40キロでジャンクションの結構急なカーブを曲がっていたんですけど、すごい安定しています。あまり左右へのロールは感じません。キャブコンはもっと傾くんですけどね、やはり専用のリーフスプリングは効いているんだと思います。
はい、瀬戸大橋入りました。現在約75キロで走行中です。で、風速なんですけど、入り口の電光掲示板で5メーターでした。なので無風というわけではありません。だけど今安定しています。今日はなんか工事してるみたいで速度規制があるみたいなんで速度下げていきます。もう吉島パーキングエリアなんで一旦そこに行って朝ごはんいただきます。はい、吉島パーキングエリア、瀬戸大橋の真下にあるパーキングエリアです。パーキングエリアは少しだけ風が吹いてます。そんなに強くないですね。瀬戸大橋は意外と全然揺れませんでした。瀬戸内海の強風の橋3つあるうち明石海峡大橋だけ揺れましたね。他は大丈夫でした。また後で感想をまとめたいと思います。展望台やショップもあるみたいなんで少し観光していきます。うわ、最高の景色です。自分瀬戸内海めっちゃ好きで将来の移住リストに入ってます。瀬戸大橋の下、電車も通ってます。電車で渡る瀬戸大橋も景色良さそうですね。それでは車内で朝ごはんいただきます。もう車内が火に照らされてかなり暑くなってます。車内の温度が 27.1 度、外に置いている温度計、直射日光当たっているところはもう33度です。昨日の夜は暖房つけたんですけど、お昼はもう冷房つけます。やっぱりこの家庭用エアコンあったら昼間でもキャンピングカー楽しめるんですよね。なかったら中は蒸し暑くてずっと来れません。家庭用エアコンは室外機が大きいので、どうしても設置できるキャンピングカーがライトキャブコン以上になってしまいます。なのでこのライトキャブコンというのは家庭用エアコンを取り付けられる最大のメリットもあります。これからキャンピングカー購入される方は家庭エアコンオプションちょっと高いんですけど絶対あった方がいいです。あるとないのとではキャンピングカーの使用頻度が全く違います。朝ごはんいただくんですけど、卵が結構余ってますんで、卵を使ってフライパンで作る簡単卵サラダパンいただきます。かなりのボリュームですね。美味しそうです。それではいただきます。ごちそうさまでした。車内なんですけど、今エアコンつけて30分ぐらい経ったんですけど、もう 21.5 度まで下がりました。外気温はなんと直射日光当たっているところは 40.6 度。めちゃくちゃ暑いですね。今回はこのクッキングシートやアルミシート、サランラップ使ってギャレを一切使わない料理したんですけど、帰ってからシンクの片付けやタンクの処理もしなくていいんで、こういった旅も気軽でいいですね。それでは残り瀬戸大橋渡り切って岡山上陸して兵庫県に入ると瀬戸内海一周達成ですね。その後今回の高速道路旅の燃費を計測し、この1泊2日で感じたメリットデメリットをお伝えします。はい、だいたいここで瀬戸内一周したことになります。今で走行距離が約420キロです。でこのまま奈良まで帰ります。は
はい、無事スタート地点に持ってまいりました。今回の燃費なんですけど、走行距離 493.7 キロ、入ったガソリンが 66.76 リットル割ると 7.39 です。1リッターあたり 7.39 キロ走る計算になります。どうでしょうか。リッター7、自分的にはそこまで伸びなかったかなと思います。今回はエアコン2時間ぐらい昼つけました。少しでも上りになると速度低下してアクセルを踏み込んでエンジン回転数がウィーンと上がりました。それが頻繁にあったので燃費もそこまで伸びなかったかなと思います。今回の旅で一番気になっていた風の揺れについてまとめたいと思います。瀬戸内海3つの橋を渡り、自分が感じたことは、風速5メーター以下の風はほとんど揺れない、風速10メーターくらいからや横からの突風には煽られるといった感じでした。帰り岡山県あたりで風が強くて煽られました。両手でハンドル持っていても普通に横に20センチぐらいずれました。ただですね、トラックの追い越し時の風の揺れはかなり軽減されてます。やはりここ空いてるから抜けるんですかね、風が。足回りショックアブソーバーはノーマルのままなんで、強化版に変えたり左右の揺れを軽減するスタビライザー入れたらかなり良くなると思います。伸びしろはかなりあると思います。その他感じたメリットデメリットなんですけど、まずはメリットから、縦揺れとコーナリング時のロールがかなり少ないです。路面の凹凸があってもこの縦の揺れのショックが少なかったので、長距離移動したのにそこまで疲れてないです。自分の持っているライトキャブコンとは全然違います。やっぱりボディが軽量だからなんですかね。やはり高速道路でのパワー不足は否めません。ベースのタウンエースがエンジン 1.5 リッターターボなしということで、高速道路合流加速や上りでの速度維持がしんどかったです。少しの上りでもアクセルペダルベタ踏み状態でした。ただ80キロは問題なくキープできます。街乗りに関してはタウンエースマイチェーンでトルクが上がったこともあり、全然問題ないです。むしろ軽いぐらいです。この運転席がこの直角っていうんですかね、このままで後ろに倒せません。前にしか倒せないんですね。なので長時間この姿勢がちょっとしんどかったです。ただレカロシートなど装着可能ということです。デメリットとまではいかないんですけど、ちょっと気になったんで番外編としてお伝えさせていただきます。ここ行き来できるようになったのはすごいいいんですけど、この助手席倒すレバーがこっち側じゃなくてこっち側なんでちょっと難しいんですね、中からは。なのでこの状態だと後ろからは前に行きにくいです。最後に他のメジャーところのキャンピングカーベースと比較します。トヨタカムロードベース、フィアットデュカトベース、マツダボンゴベース、そしてこちらのタウンエースベース、3つの項目で比較します。キャンピングカーで気になるこの縦の揺れですね、ガタンガタンというのと、あとはコーナリング時や風の揺れで発生する横の揺れ、そしてパワーです。まずこの縦の揺れなんですけど、一番良かったのがこのエクスペディションホークでした。やっぱりボディが軽量っていうのが大きいんですね。次、横揺れロールはデュカトがダントツです。ビクともしません。その次はこのエクスペディションホークです。ノーマルのカムロードよりいいと思います。カムロードに強化ショックアブソーバー入れたら一緒ぐらいかなという感じです。こちらもボディが軽量なのが効いてると思います。最後パワーはデュカトカムロードがもうダントツでずば抜けてます。そして大きな壁があって、その次にボンゴベース、そしてタウンエースといった感じでした。日本のキャンピングカーでよく使われているこの4台、なかなか乗り比べできないと思いますのでお伝えさせていただきました。今後はいすゞ新型エルフのキャンピングカー出ると思いますので、また乗ることができたら動画にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。